本日は脱炭素ライフのすすめ省エネプラス再エネプラスゴミ減量というテーマでお話をいたします。8月に出されました IPCC の第1作業部会第6次報告においては、地球温暖化による気候変動の現状について次のようにまとめています。地球の2011年から2020年の地表温度は1850年から1900年に比べて摂氏 1.09 度高かった。そして過去5年間の気温は1850年以降最も高かったとされています。さらに近年の海面水位の上昇率は1901年から1971年に比べて3倍近く増えたとされています。また1990年代以降に世界各地で起きた氷河の後退および北極海の海氷現象は90% の確率で人間の影響が原因とされています。そして熱波など暑さの異常気象が1950年代から頻度と激しさを増しているのはほぼ確実。一方で寒波など寒さの異常気象は頻度も厳しさも減っているというふうになっています。全体としてこの気候変動は人間活動の影響によるというところがですね、疑う余地のないものであるというふうに結論付けられています。それがこのグラフに表されていますけれども、人間の影響が大気、海洋および陸域を温暖化させてきたということで、赤い線グラフが実際に観測された気温です。そしてそれとリンクするようにシンクロしているのが人為的要因と自然起源の要因をシミュレートした推定値、そして一番下のほぼフラットなグラフがですね、これが自然起源の要因のみシミュレートした推定値ということで、よく言われる気候変動温暖化に対する懐疑論、実は温暖化してないとかですね、あるいは温暖化の原因は人間とは関係ない自然の影響だけだというふうな説がありますが、このグラフを見ていただければですね、自然の要因のみではこんなに急激な温暖化が起こりようもなかったということが明らかに分かると思います。この結論に基づいて先日の COP26 ではですね、今世紀中の気温上昇を 1.5 度以内に抑えようということが目標として確認をされたところです。そしてそのために2050年にはカーボンゼロ CO2 の排出を実質ゼロにするということが目標として掲げられておりますので、達成するためにですね、私たちは日々の暮らしの中で何をしたらいいかということを考えて実行していかなければならないわけですけれども、その中では再生可能エネルギーの導入ということが強調されていますが、再エネを導入するとしてもですね、まずは省エネの積み重ね、これをやった上でですね、省エネによって必要なエネルギー消費を極力落として減らしていく、その減らした後で必要になるエネルギーをできるだけ再生可能エネルギーで賄うということが必要なわけです。省エネの積み重ね、これまでもずっとやってきたことではありますが、家庭内で多く使われるのは、冷蔵庫とエアコンですね。まず効率的な冷暖房というところで言いますと、窓の断熱あるいは遮熱対策、これが重要です。エアコンを稼働させる前にですね、室内に出入りする熱をできるだけ抑えるということですね。真夏であれば窓から入ってくる直射日光による熱をカットするための日よけをするとかですね、そして冬場であれば暖房した室内から窓を通して外に逃げていく熱を抑えるための断熱対策、こういったことをしっかりとやった上で必要な冷暖房はエアコンを効率よく使うということになります。特にですね、これから冬の時期は朝方の消費電力が一気に上がるという傾向がありますので、ピーク時間になる前から少し早めに稼働させておく、そのことがですね、停電のリスクを減らすということになりますので、タイマー設定などでですね、朝起きる1時間ぐらい前に稼働させておくというのが効果的だと思います。もう一つは適切な設定温度、冷房が28度、暖房が20度というのが目安の温度とされていますけれども、これを大幅に超えるような無理な温度設定をしないということですね。そして特に暖房シーズンに生じやすいのが部屋の中の温度ムラです。天井付近はかなり暑くなりますが、床面付近はあまり暖かくならない。上下で10度ぐらいの温度差が生じることは珍しくありません。この状態ですとなかなか体感温度が快適にならないわけですね。快適性を保つためには、上の方の暖かい空気をかき混ぜてやってですね、足元の空気を温めてやるというですね、そのために夏場に使っていた扇風機やサーキュレーターを温度ムラの解消のためにですね、上向きにして稼働させてやる、そういった方法も効果的だと言われています。そしてエアコン自体の性能を保つためには、室内機側のフィルターの清掃、そして見落としがちなのが室外機ですね。
室外機というのは、我々の普段目にしないところで頑張って働いているんですけども、エアコンのいわば心臓部は室外機なんですね。そこでどういう条件で稼働すると効果的かというのはですね、できるだけ室外機の周りには遮るものがない状態、これが理想的です。ただし夏場はですね、直射日光が当たると冷房効率が若干下がりますので、夏場の場合には全面をカバーしない形で上にひさしを乗せるような形で日よけをするというのが効果的だと言われています。冬場の場合にはですね、直接北風が吹きつけるような場合には少し風よけをしてやるといいと思いますけれども、基本的には室外機に、落ち葉だとか枯れ草だとかですね、いろんなものがこう絡みついていたり、あるいはほこりが溜まっていたりですね、あるいは余分なものがですね周りに置かれていたりという風通しが良くない状態というのは効率を下げてしまいますので、室外機の周りの条件をよく確認してチェックをしていただきたいと思います。もう一つが冷蔵庫ですね。実は家庭内で一番電力を消費するのは冷蔵庫と言われています。これからの時期はそれほど頑張らなくてもいいわけですが、夏場はものすごく働きますよね。冷蔵庫を効率よく使うためには食品を詰め込みすぎない。詰め込みすぎると冷気の周りが悪くなってですね、食品が傷みやすくなるということもあります。また奥の方で気がついたら賞味期限や消費期限が切れていたというふうなことでゴミの増加にもつながりますので、冷蔵庫のスペースの7割ぐらいの在庫を目安にですね貯蔵しすぎないということが大事です。それから、冷蔵庫は大体耐用年数が7年とか10年とか言われていますけれども、10年を過ぎたらそろそろ買い替えを考えてもいいのかなということですね。10年前の冷蔵庫と最近の冷蔵庫を比較しますとですね、約 40% から 47% 省エネになっているということですので、だいぶ頑張ってくれたなという冷蔵庫はですね、思い切って買い替えをすると消費電力が半分近くに減ります。また買い替える場合にはですね、家族の人数にもよりますが、少し大きめのサイズを買われた方がですね、性能的にも省エネタイプになっていますし、また先ほどの過剰在庫にならないという意味でもですね、スペースが許す限り少し大きめのものを買われるといいと思います。断熱のことですけれども、次に家の室内の熱がですね、冬の間半分は窓から熱が逃げていきますので、これからの時期はですね、日中は直射日光をできるだけ多く取り込んで室内を温めておく。そして夕方日が傾いたらですね、早めに雨戸、シャッター、あるいはカーテンなどを閉めて、それによって室内から外に窓ガラスや窓枠を伝わって熱が逃げていくのを抑えることができますので、早めに夕方は雨戸、シャッター、カーテンを閉めるということを習慣づけていただければと思います。せっかく雨戸がついているのに雨戸を閉めていないとですね、外に明かりが漏れているのと同じように実は熱も逃げているんですね。このサーモカメラの映像を見ていただければですね、左側の真っ赤になっているのは一枚ガラスの窓ですね。表面温度が高いということは室内からそれだけ外に熱が逃げているということを表しています。右側は黄色くなっていますが、これは雨戸シャッターではなくてエアガラスですね。複層ガラス、この場合には中の空気層が断熱の役割をしますので、表面温度がそれほど高くならないということは室内の熱がそれほど逃げていないということを表しています。その他に照明器具やテレビ、パソコンなどもあります。照明については LED 照明が値段が安くなってきましたので、 LED に切り替えていくと蛍光灯と同じ明るさでも2分の1の消費電力になります。ですから LED への切り替えというのはお勧めしたいと思います。それからテレビについては超電力モードとかオフタイマーというふうな機能があります。で1日1時間テレビを見る時間をですね減らすと1年間で約450円の節約になるというふうなデータもあります。テレビを購入した時にはですね、普通は 100% の画面の明るさになっていますけれども、これをですね省電力モードに切り替えてやることによって費電力を抑えることができます。それからテレビを見ながらついつい寝てしまってそのままテレビがつけっぱなしということがあるかと思いますけれども、その場合にはオフタイマー機能を使うとですね、一定時間操作をされないと勝手に電源が切れると、そういう機能を持っているテレビが多いですから、そのオフタイマー機能も活用していただきたいと思います。パソコンについては電源オプションを変更することによって消費電力を下げることができます。モニターの電源オフモードからスリープモードに変えるだけでですね、デスクトップでは340円、ノートパソコンで約40円の節約になると言われています。モニターの輝度を
少し下げてやることによっても消費電力を下げることができます。それから家そのものをですね、断熱性能を上げるための断熱リフォームということがあります。国も補助金を出してですね、断熱のリフォームを進めておりますので、もし予算的にですね、可能であれば補助金を活用してリフォームをしていただくとですね、省エネルギーで快適な家になると思いますので、検討してみてください。次に再生可能エネルギーになりますけども、これは私の家の屋根を表していますが、太陽光発電が 5.5kW、左下の2枚のガラス面は太陽熱温水器です。この2つのシステムによって太陽のエネルギーをですね、電力や熱に変えて有効利用しています。そういったものを導入したことによってですね、我が家では CO2 の排出がマイナス 853kg ということで、カーボンニュートラル CO2 ゼロを超えて CO2 マイナスまでいっています。でこれはですね、経済的に見ても導入前は年間で28万8000円ほど光熱費がかかっていたんですけども、導入後はですね、余剰売電の収入の方が上回っていますので、差し引き6万4000円のプラスと、経費がマイナスということになっています。この10年前と10年後を比較すると、トータルで35万3000円水道光熱費が浮いたことになります。この金額をもとに計算すると、我が家では太陽光発電の導入費用が5年と3ヶ月ほどで全て回収できたという結果になっています。残りの4年と9ヶ月はまるまる太陽光発電の売電が収入になるというふうなことになっています。太陽光発電の買取価格は年々下がってはいますけれども、太陽光発電の導入に必要なシステム価格自体も大幅に下がっていますので、十分元が取れるという状況になっていますから、ぜひ皆さんのお宅でも導入を検討していただきたいと思います。次に持続可能な循環型社会の形成ということで、 SDGs の目標の12番に関わるものですが、去年の7月からですね、レジ袋の有料化が導入されました。その結果として、お店でエコバッグを持ってくる人の率が8割を優に超えて、お店によっては9割以上というお店もかなりあります。しかしレジ袋だけでプラスチック問題が全て解決したわけではないので、その他プラスチックについても取り組みを進めていく必要があると思います。プラスチック製品というのは非常に便利でですね、軽くて安くて丈夫で清潔感もあるということで、たくさん使われているわけですね。日本だけで毎年1000万トン以上のプラスチックが生産をされています。そして900万トンほどがプラスチックごみとして排出をされているわけですね。これを一気にやめるということは到底無理なわけですけども、できるだけプラスチックでなくてもいいものは他の素材、例えば紙や木材、金属などに置き換えていく。そしてどうしてもプラスチックじゃなければならないものはですね、リユースやリサイクルをしていく。当然のことですが、ポイ捨てや不法投棄はやめると、許してはいけないということですね。こういったことで、いわゆる海洋プラスチック、マイクロプラスチックなどの問題は解消していかなければならないと思います。我々地元群馬のですね、ゴミ処理の現状について、これは非常に残念なことですが、平成21年度から家庭から出る生活系ゴミの1人1日あたりの排出量が全国ワースト1という状況が続いています。全国平均に比べて 100g 以上多くなっています。しかもリサイクル率が5ポイント以上低いと、こういう状況が群馬のゴミ処理の現状ということになっています。ゴミの中でも一番重さで多いのは台所から出る生ゴミなんですね。宇都宮市では 44.5%、千葉市でも 43.4%、ほぼ4割強が生ゴミということになっています。ですからゴミを減らすには生ゴミを減らすのが一番近道ということになります。我が家ではですね、このようなコンポスターを使って西暦2000年から生ゴミを自家処理していますけれども、自家処理する前は1週間で7キロから 12.5 キロぐらいの可燃ゴミが出ていたんですが、生ゴミを自家処理するようになってからは、我が家の燃えるゴミは多い時で5キロ、少ない時で2キロぐらい、ほぼ半分以下に減っています。このように生ゴミを自家処理するというのは非常に重要なことですね。群馬の場合には比較的一戸建て、庭のあるお宅が多いですので、ぜひ生ゴミの自家処理を導入していただきたいというふうに思います。でその次に多いのがですね、プラスチックゴミ。これはですね、トレーやペットボトルなどはですね、買ったお店、スーパーマーケットの店頭にはほとんど店頭回収の仕組みが導入されていますので、次の買い物の時にですね、
使い終わった容器包装類は洗って乾かしてお店に戻すということをぜひ心がけていただきたいと思います。以上のような取り組みでですね、二酸化炭素の排出を少しでも減らしていきたいと思いますが、このような暮らしを脱炭素ライフと呼んでいますけれども、これはですね、決して痩せ我慢ではなくて、知恵と工夫で取り組むことによってですね、余分な出費を抑えて、その分をより良い生活に使えるわけですね。そういう意味で快適健康ライフにもつながります。そして太陽光をうまく活用することによって脱炭素は十分に可能です。数年以内にコスト回収が可能ですから、今からでも決して遅くはありません。ぜひ太陽光発電の導入も検討していただきたいと思います。そしてエネルギー期限以外の CO2、これは 3R、リデュース、リユース、リサイクルですね。ゴミを減らすことによってその他の CO2 も減らすことが可能ですので、ぜひ少しでも地球に負荷のかからない生活を心がけていただければと思います。はい、以上で終わります。